その低浴一尿の中で、やはりこう自然の素材を使うことがこう大事になってくるっていうね、ちょっとお話をしたいんですが、自然の素材、石がこうね、木とか、そういうものを使うっていうのが大事なのは、やはりね、心が落ち着くんですよね、自然の庭は。で、よく桜森で有名な16代の佐野東右衛門さんなんかは、土地の風土、その風土をよく理解して、その土地のものを使いなさいってよくおっしゃるんです。で、それはやはりね、その方が、馴染むんですよね。だからこう庭と建物っていうのを考えるときに、そういう自然との調和っていうのが一番大事になってくると思います。で、そうするとね、自然とね、こう、心が落ち着くような風景、穏やかになる風景がね、作れるんですよね。で、まずは四季を感じられる植物を植える。日本人はやはりこう、四季っていうものを常にこう感じていたいので、春でしたら、桜だけじゃなく、お花が咲くものとか、そういうものがね、あるといいなというふうにも思いますし、秋はこう紅葉する、もみじとかもね、入れると、やはり変化があると思います。ただ、それだけをね、入れると落葉樹になってしまうので、冬はね、何もこうなくなっちゃうっていうのもあるので、冬はやっぱり常緑樹が活躍するんですよね。だから本当にいいデザインっていうのは、落葉樹と、常緑樹。その二つのバランスなんじゃないかなと思います。そうするとね、本当一年中ずっとお庭に何かしら緑があって、四季も感じられるんじゃないかと思います。で、やはりね、愛着があるお庭を作ると、そこに住んでる方もね、お手入れをこまめにされるようになるんですね。で、よく私もデザイン頼まれるときに、メンテナンスが楽なデザインにしてくださいっていうのはよく受けます。なので、メンテナンスが楽なのは大事なんですけど、それイコール植物を植えないっていうのは、やっぱりちょっと違うなぁと私の中でありまして、植物入れるけども、まだメンテナンスが楽。そういう植物を提案してあげるっていうのも大事な要素やったりすると思います。だからあんまり雑草とかがいっぱい生えるとしんどいし、コンクリートで全部敷き詰めてっておっしゃる方もあるんですが、そうするとね、やっぱりその場への愛着、愛情がなくなるんですよね。だからやっぱり、こういう下草を入れて季節のお花が咲いたり、そういうのがいいですよって提案するのもね、一つだったりするんじゃないかなと思います。で、またね、そういうシンプルなデザインっていうのを提案してあげるのも一つかなと思います。なんか凝ったお庭っていうのも大事なんですが、あんまり松とかね、入れちゃうと、その維持管理で大変だったりするので、やっぱりそこの住んでる人が、お世話しやすいようなね、シンプルさっていうのも大事かなと思います。あと、石という素材っていうのは私の中では非常に大事な素材だと思ってまして、日本人とは相性がいいんですよね。で、石と言っても、自然石もあり、そういうね、砂紋に敷くような石とかもありますし、で、ちっちゃいね、ゴロッとした石みたいなのもあるんですが、そういうのを効果的に使うと、あんまり雑草も生えにくい、ものになったり、少しメンテナンスも楽だったりします。あとそういう自然が与えてくれる落ち着きというかね、やっぱりそれはコンクリートには出せない、良さっていうのがあります。で、私、以前、和食のね、有名な、京都の料亭に、行ったところ、入り口にね、ものすごく大きい鞍馬石というね、石がバーンと入ってたんですね。で、そこの店主の方に、なんでこんなに大きい石入れてられるんですかってお聞きしたんですよ。で、3トンもある石を地面に埋めて、で、その表面だけ、上の面だけ見えてるんですが、
そんなに大きいのね、入れる必要性がなんであるんやろうと思ってお聞きしたんです。そしたら、玄関にそういう大きい石を入れて、下ね、いっぱい埋めておくと、足馴染みがいいっておっしゃったんですね。で、足馴染みってあんまり聞いたことがないから、どういうことなんですかってお聞きしたら、歩いた時に、足が馴染む、安定感があるっていうことだったんです。で、普通の一般の家庭でそんな3トンの石ってなかなか入れられないんですけれども、ただ、薄い、ものを入れちゃうと、やっぱりそれだけ不安定だったりするんですね。だからやっぱり足馴染みがいいっていうのって大事だなぁと思いまして、そういう意味でも、ね、自然素材のものを歩いた時の安心感みたいな、そういうものっていうのを、もうちょっと生活の中に取り入れるのって大事なんじゃないかなと、その時に思いました。今ね、私は、そういうその場に適した、石の使い方、そういうあと現代のお庭にどういうふうに石の素材を取り入れていくかっていうのが、私の中でも大きなね、一つのテーマになってます。では次に、低翼一如というね、考え方を、庭園デザインに反映する、メリットなんですけれども、やはり建物の中から、見る、お庭っていうのがどういうデザインになるかっていうのは、非常に大事でして、例えばですね、私のお庭の先生なんかは、木を植えるときに、建物の中から見て、その木がね、全部入らなくてもいいんだと。ちょっと上が切れてもいいんですとよくおっしゃってたんですね。で、建物の窓から切れて、で、また向こうの方からその枝ぶりが見えてたら、それがいいっておっしゃってたんです。で、どういうことですかってお聞きすると、日本人っていうのは、何か一遍切れて、で、フレームアウトして、またそれがフレームインした時に、想像力を持って、美を補うというね、そういうことができる民族なんだと。だから、多くを見せなくていいっておっしゃったんですね。あとは想像力に任せなさいとおっしゃったんです。で、私はなるほどなと思ったんです。で、やはり西洋庭園に比べると、日本庭園というのは素材の要素を少なくしますよね。で、シンプルに仕上げている。で、それはやはり、日本人が、余白というのを大事にして、余白から創造性を持って美しいものを、もっと、美を補うという、そういうことができるからなんです。で、そこにいいというね、美意識を持ってる。なので、いろんな要素はね、詰め込まなくてもいいんじゃないかなって思ったりするんですね。だから建物の中からシンプルなその枝ぶりであったり、石を見せることであったり、そういうことがね、低翼一如というその考え方っていうのを自然に取り込める方法じゃないかなと思ったりします。とですね、各時代によっていろんな流行りというのもね、ありまして、特に明治時代なんかは、7代目のね、小川治兵衛というね、庭師さんが活躍する時代なんですが、その人はね、やっぱり施主さんの、お金持ちの施主さんが多くて、で、そういう人の意見を聞いて、その人がどこに庭の向きを置いているかっていうのをすごくよく聞く方だったそうです。お話上手やし、聞き上手やったと言われてる人やったんですね。だから私は聞き上手っていうのはすごく大事。施主さんの好みをいろいろ取り入れるのにいろいろ聞けるっていうのも大事だし、話し上手っていうのは聞くだけじゃなくて、自分はこうしたらええと思っていますよ。だからこうしませんかみたいなね、そういうアイデアも出せるっていう、そういうのが得意やった人やってんなと思うんです。なので、自分の中のやっぱ引き出しが多ければ多いほど、そういう庭園のデザインっていうのはできたりするなと思います。
手浴一如をこう取り入れる大事なね、こう、ポイントっていうのは、やはり自然のこう、風景っていうのをどうやって取り込むか。で、それをいかにこう、自然の素材でシンプルにできるか。で、そこにこうね、施主さんのなんかこう、思いとか願いっていうのが、まあ、乗せられて。そして結果、やっぱり大事なのは、そこに住む人に愛される庭なんじゃないかなと思います。住んでる人がね、やっぱりこう、この庭、こう、庭を作ってもらったから、ずっと大事にしたいなと。で、子供にもそういうのを、こう、メッセージを伝えられるような、こう、そういう庭っていうのが、いいんじゃないかなと思います。だから、こう、手浴一如という言葉だけやとね、なんか硬い、堅苦しいイメージだったりするんですけれども、そういうね、なんかこう、そこのお家のストーリーとか、もう合わせてね、考えていくと、なんかすごくいいものができるんじゃないかなと思っています。ということでね、低浴一如について、お話しさせていただきました。で、ね、先ほど引き出しが多ければ多いほどいいというお話をしましたが、やはりね、素材をたくさん知っているということも非常に大事でして、まあ、植物のね、ことをたくさん知っているっていうこともすごく大事です。なんかこう提案するときに、ここのお茶だったら、この自然条件であったらこれがいいとか、ここの風であったらこれがいいっていうのを提案できるね、植物の知識も大事ですし、まあ、もう一つは、そういう石とかの素材ね、をどういういっぱいある、こう、知っていると、提案もしやすいんですよね。例えば、ここ別にコンクリートとかにしなくても、こう、白砂とかを敷かはったり、石とかを置くだけで、こう、いい雰囲気になれるよとか、そういうのがね、なんかこう言えるっていうのって、すごくこう、選手さんにとっても助かるんですよね。いうのは、皆さんあんまり石の素材ってご存知なかったりするんです。なので、そういうところで、こんな風に使えるっていう。で、それがね、日本庭園の、中にはいっぱい詰まっているので、そういうのをこう、例えば写真に撮っておくっていうのも一つですし、なんかこう、そういうのをね、提案できると、なんかこう、馴染む景色っていうのを作れるんじゃないかなと思います。はい。なので、ぜひね、なんかこう、低浴一如の考え方っていうのを、デザインの方に活かしていただければいいかなと思っております。ちょっと私の、あれなんですが、本のちょっとご紹介になるんですが、この2021年の1月に美しい苔の庭という本を出しまして、エクスナレッジさんというね、建築の、雑誌を出してはるところから、出しました。美しい苔の庭。ね。で、まあ、こういう本を建築雑誌を出してはるところが出すっていうのを、なんかこう今時やなと思ったんですけど、やはり建築だけじゃない、なんかこうもっとね、こう庭っていうものに広がっていってほしいっていうのが、こう願いとしてあるそうで、今はこういうのにも力を入れておられるそうです。で、この中でね、苔が綺麗なお庭っていうのをこういろいろご紹介してまして、まあ、こう、随宝院さんとかね、カタログの中にも出てきます。随宝院さんとか。こういうのを見ているとね、すごくこう、自然の中でどういうふうに、自然を表すためにどういうふうな、衣装になってたり、苔はどうやって使ってるかとか、石はどんな風に使ってるかみたいなのがね、すごく参考になるんですよね。だから、もし、旅行はね、ちょっとなかなかできないけど、いろんな庭のこう、例を見てみたいわと思っておられたらね、ぜひ、こういうのをこう見ていただくと、こうちょっとしたね、ヒントみたいな、ヒント集と思っていただいたらいいんですが、ヒントにね、こうなって、こういう感じでやってみたいな、みたいなね、そういうこう、イメージを持っていただけるとね、嬉しいので、はい、もしよかったら、エクスナレッジから出ています、美しい苔の庭、手に取ってみていただけると嬉しいです。
ではですね、次回は、今度はね、日本庭園について、スポットライトを当てて、で、日本庭園にはどんな魅力があるのかというね、そういうお話をしていきたいと思います。それでは皆さん、次の回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。